皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声をね、加藤一二三九段に設定してあります。あなたが後手です。はい、私は今度後手番ですね。はい、相手の方が2段の方です。この対局は私後手番でいきます。さて、8四歩でね、私は居飛車を目指します。相手の方ね、三間飛車ですね、7八飛車で。で、今私は、8五歩とついてから3四歩と。さて、これでまあね、角道を止めてある、石田流とかと違って、持久戦になりやすいね、三間飛車なんですが、今ね、3八銀と上がったので、王様をね、囲わずに、これどんどんね、攻めてくる手も見せてますね。さあ、端を受けて、これはね、端を受けなければおそらく端を突き越して、場合によってはね、なんですかね、王様を囲わずに居玉のままね、私の方の、例えば穴熊を目指したらそこを襲いかかるようなね手を狙ってるんだと思いますね。今現状もね王様居玉ですね。これ飛車がねもし6八にいると、藤井システムと呼ばれてるね、藤井システムと呼ばれる藤井猛九段が開発したね対穴熊の飛車穴熊のシフトですね。で現局面は王様上がって一回ちょっと様子を見たって感じでしょうか。これ角上がるともしかするとねまた攻めてくるのかな。やってますか。角上がってこれで3九玉ですとゆっくりとしたさ、そうですね、これですとちょっとゆっくりですけど、例えば今4六か3六とね玉を引かないで指せばねより激しい将棋ですね。さてこれ、7五歩だったので、これ石田流の絵の組み替えを狙った手ですね。私は8歩をついてさあ難しいですね。これ石田流7五歩とついて、これは6八角あるいは5九角でね飛車を置いてこようということなんですけれども、石田流への組み替えがねもう明らかなので、私の方もねこれ1二香と上がれば居飛車穴熊なんですけれども、場合によってはね3二銀と上がっちゃう手も考えたいところですね。さて角を引いてきました。これで飛車を置いてね、これ部分的なね受けの手筋ですね。9四歩とついておくとこれでね9四歩8四飛車の2手で7四歩同歩同飛車とねこの歩を交換される手をキラーを防ぐわけですね。でこの歩をついとかないと、この角がねまた9五角と幽霊角なんてね言い方もあるんですけど、角を覗いてくる可能性があるので、飛車をね一回浮く前に9四歩とついておくと。で今9八香ですね。これすぐ7六飛車とやるともしかするとね6四銀と出る手が私として狙いがあるんですね。ですので今回美濃囲いに組みましょう。これ1二香もあるんですけれども、もう相手の方がね石田流に組み替えがもう見えてるので、そうですね、この時にこういう感じで動いてって、さあどうかですね。なるほど、歩をついてね、この時に香車を逃げてということですね。今ね6四銀というのは次に4二角と引いてねこの7五の歩を取っちゃおうって狙いだったんですが、例えば具体的に言うと7七桂と飛ぶとね4二角と引いてねこの7五の歩が取れちゃうんで、というわけでそれには乗らずと歩をついてきました。この歩は取れるんで同銀なんですが、この時にね9八香というのが大事な手で、これ香車ダイレクトでね取られちゃうんでね。さてなるほどですね。ただこれ5五歩とついて飛車銀をね楽にしながら飛車の動きでこの歩を受けます。7七桂と飛んで、そうですね、この辺り非常に軽いフットワークですね。で飛車を走ってくる感じでしょうか。そうですね、これで歩を取り返して、さあほぼ互角の別れですかね。何とも言えない。私の角を引いてこの歩を狙うか難しいところですね。歩をついて金を上がって高めのに組むか、いやなるほどという感じですね。2四歩と8六同歩同飛車でいけそうなんですけど、この銀浮いてるんでね取られちゃうんで、それだけはちょっといけない形です。さあここ手が広いんでちょっと考えますね。4四歩と突くと3六飛車ときてまた石田流にね組んでこようということでしょう。角を引いてね歩を取りに行く手もありますね。角引いてみますか。ちょっと危険な可能性もありますけどね、角引けるちょっと強気な手です。これはねこの歩取ってねもうより得しようってことなんですけど、一瞬この飛車がねこの銀が宙ぶらりんなんで、具体的に言うと例えば8六歩同歩8五歩とかね打たれた時に6四に飛車行くしかないのでね、強く反発ですね。さてこうやっといてから歩をついてみますか。この辺はね非常にこの飛車をめぐる争いですね。この歩が取れればね私の方は一歩取れるんですけど、今歩を取っちゃうと5五歩と取られてね飛車が気持ち悪かったので、一歩犠牲するんですけど高めのに行くんでね。さてここでどうするかですね。角を飛び出すか、この飛車がね窮屈なのでねその飛車に狙いをつけてもう一回角上がるような手もありますね。一歩こう取るんではなくてね、あとは8六同同飛車という形をね作りたいところでもありますね。ただ8六同同飛車だと5五歩とね取られちゃいますからね現状ですと。
さて難しいですね。ここは何とも言えない感じです。いやここは長考になりますね。取ると5五歩同銀で飛車回ってきますかね。それで角を引いてどうなんだろう、一歩取り返しておきますかね。まあこれは歩の損得をねまたなくした形ですね。はい。で同銀でまた7六飛車と回ってね。いや非常に相手の方ね、これ振り飛車手慣れた感じの振り飛車ですね。はい。そうですね。さてまあこれでね角を引くと垂らしてきそうなんですよね。こうね、まあでも角引くしかないかな。これでね7二歩と垂らしてくるというのがね一応手筋でねやってきそうな気がします。まああるいは5七角と上がって飛車を狙ってくるか。まあこの銀がまあちょっと気持ち悪い、まあ中央にいるんですけど、まあ短期なんでね、まだこの銀でそうですね、やっぱ歩垂らして、いや非常に強い方ですね。いやこの手がね嫌な手なんですよ。さてどうしますかね。歩をついていや難しいところです。この手がね一番嫌な手だったんで考えないといけなかったんですが、飛車を圧迫しに行きますか。歩をついてね。まあこれはねこの飛車を狙いながら場合によって桂馬を飛ぶと、歩を打ってみますか。さあこれでね次に歩をついて飛車をね逮捕しちゃおうってことです。まあこの銀にね主張して銀が出てくれば同銀なら7五歩とついてね飛車を逮捕しちゃおうということで、まあこれ紙一重の順ですね。この、桂馬が取られそうなんでね。さてそして、桂馬を飛んできました。まあ歩をついてまあ非常に際どいですね。お互いにこうギリギリのさばきというかね、相手の方もこうね、飛車をね逃げ道を作ってギリギリのところでねさばいてこようってことですね。さあこれで歩をついて、さあ私の方も桂馬を取り返しに行きます。さあどうですかね、形勢は気になる形勢はどうかと言われると難しそうですね。これもね、これで飛車を走るか、まあ場合によってはもう桂馬を取り合うか、非常に手が広くてね難しい中盤の難所ですね。取り合いでしたね。これで桂馬を取って、まあ香車は取れるんですけど、このね厚みがすごいんでね、私の例えば、9一とね取られると共存なんですけど、この4四歩とね、まあ、この歩を伸ばすのがものすごい絶品な味なんですよね。まあ、銀をこうぺっちゃんこにさせられるんでね。なのでまあ共存なんですけれども、そこそこ戦えそうな感じもありますよね。やはり飛車をこう、私の飛車の方がねまあこのと金はまあ取るかわからないですけど、こう横に広く使えていて、で、振り飛車側はね飛車がこうなんていうんですかね下がらされましたので、さあ中央の、まあ、この5五の銀が私の方としてはね、まあ一番のまあなんていうんですかね支えの駒で、この駒を大事にしないとダメですね。こういう局面はね、この銀がいなくなっちゃうと、まあ一気に厚みが消えちゃうんでね、この銀を軸にこう駒組みをね、駒組みというか戦況をね有利に進めたいと。さて銀を引きました。さあここですね。まあ随分押し込んでますけど、もう一押しあるか。まあとりあえずここをついてみますか。これはね、まあ、実は私の方はねここに角出る手2四角を狙ってるんですね。2四角、ここに角出たいんですよ。例えばこれ同角だと、まあ同飛車と取って攻める手もあるんですけど、2四にね角出るとね、これこの歩とねこの銀こう連動して非常に厳しい手になるんですね。そうですね、同角、さあここ難しいんですけど出ちゃいますかすぐね。そう、これが狙いの一手なんですね。これがもう飛車を狙いながら、この地点がねまあ急所中の急所なんですよね。まあスナイパーのようにねで逃げてきました。さてここでねもう一押しいけるかどうかですね。角が効いてきたので、もう4三桂とか露骨に打っちゃう手もあるんですけど、ちょっと筋が悪いかなね。6七桂ですか、打っちゃいますかね。6七桂ね、ちょっと筋が悪めですけれども、はい、こう打つことでもう絶対ね銀が剥がせると。そうですね、飛車が逃げれば、5七歩成だったので、まあ、これで長がしてでまあこう打って金が出てくれば叩こうということですね。さあどんどん攻めていくんですけど、まあ調子いいようですけどね、まあこう歩が少なくなってきていて、まあ相手の方もともと強毒なんでね、角が出てくる、これすごい勝負手ですね。飛車を成ると金が出てこようってことかな。ただこれはそうですね、飛車成れたプラスも大きいんでね、どちらが得をしたか。さてこの辺りからね終盤に入ってきますね。6二歩と叩くか4八歩です。すみません、4八歩で一発叩きたいとこもありますね。叩きますか。もう雰囲気でね叩きたい、もう見た目叩きたいとこなんでね、これ同金なら、7八竜と入るような手ですね。はい、まあ同金もあるかもしれないですね。金寄りですか。さあ角成って勝てればいいんですけど、銀を取って飛車を取って攻め合いですかね。まあ竜入ってきますか。
これは銀を取れば角を取って、駒得しながらね、受けにも回りながら回りやすくしたということですね。このね高美濃囲いが、非常に現状硬いんですけど、このね3、4の地点の歩を、中盤でこう取られたんですよね。取られてこの歩がないことで、桂馬が2枚あるんでね、この地点に桂馬を打たれるとあっという間にね、寄り形になっちゃうので、ここに桂馬を打たれる形がねちらつくんですよね。これ指し慣れてくるとね、こういう美濃囲いをよく指してる方たちとね、ちょっと気持ち悪いなって感覚が多分ねあると思うんですよね。そうなんですよ、やっぱりねそこをすかさず狙ってね、こういう手嫌な手なんですよね。なのでこれ歩を受けるか銀を手厚く打つか、歩打つとねちょっとなんていうんですかね、節約しておけないんですけど、銀を手厚く打ちますかね。さあそうなんですよ、ここの地点がね一番ね、横からね攻められる分には結構こうやっぱり金がくっついてるんですけど、縦からねここにいきなり飛び蹴りのように桂馬を打たれると一気にね苦しくなるので、今日ですか、なるほどね、この歩を、逆用してということですね。これは同銀かな。さあこの銀がいなくなったんですが、ただこの金が中途半端な駒になったので、今のやり取りはどうなのか。これ難しいですね。4七香と打つ手もあるし、5七香と打つ手もありますね。どっちがいいかな。5七香でいきますか。飛車逃げて、でも飛車逃げて香になってちょっと重いかな。ちょっと4七香との筋がね微妙なので、いい手あるかな他に。これ4七香っていうのは同銀なら歩をなってね、王手で飛車取りという形なんですけど、香車で攻めるちょっと重いかな。飛車回って竜回って、いや難しい、ちょっと考えますね。4七香、よく香車打ってますか。これね飛車やっぱ走られるの嫌なんでね、受けつつということです。現状ね、先ほど言ったこの3四桂が、一応この銀と金で守ってるんでね、3四桂打ちの形がないので、それほど早い攻めがこちらにないんでね、ここで、何かね着実に攻めたいと。ただやっぱこの飛車をね封印しておきたいんですよね。飛車がこう5六に走ってくるとやっぱりねうるさいので、これですか、これね4六7銀って打とうってことなのかな。ちょっとねそれはね少しこちら得しそうな気がするんですが、今ね同飛車ですか、これはすっきりね取ってですね。なるほどなるほど。ただこの歩がね結構効いてますよね。この時に次一段飛車がね鬼激痛なんですよね。さて、香車ですか。これやっぱり徹底してねこの歩を引かない隙をついてきました。これはでも飛車打って攻めますね。このね飛車がね待望の一手ですね。ここの地点のね補強はものすごい難しいの分かりいただけますかね。ここに歩がいるんでね、4九に金とか打ちたいんですけど歩がいますからめちゃめちゃ補強が難しいんですね。金は取られますけど同銀と取り返しておいて、まだね3四桂打ちのところはね銀が2枚利くのでね大丈夫ということで、ただ香なって同銀で角なってね勝負してきますかね。さあその時にどうするか。私の方はねこれ5九竜と入ってね金を狙う手と、もう3九飛車成とバサッといって同玉に4九歩成という形でね、それも非常に厳しい攻めなんで、2つの狙いがあります。さあここで相手の形長考になってますね。結構ね3九飛車成同玉4九歩成であと1枚ぐらいね歩ですか。これはちょっともったいないですかね。同竜でかえってきつくなっちゃったかもしれないですね。これはねテクニックなんですけれども、この場合同竜でね逆にここがねさらに刺さってしまったので、ちょっと誤算があったかもしれないですね。今は何かただねちょっと受けも難しくて攻めもね、結構まだくっついてるんで形勢ねこの桂打ちつられてるんですよね。歩がいるんでねしょうがないんですけどね、他に受けようがないんで。で今日なってこれは、取ったらバラバラ最後にね、金は取った金で受けようってことですね。もう3九と攻めても勝ちですけど、同銀と取って最後バラバラにして金受けた時にそのまま移っていっちゃうっていう手もありますね。そっちにしますかね。3九とでも勝ちです。これはおそらく今金を手に入れたので、ここでね、バラバラにして金を受けるとかそういった感じだと思うんですけどね。桂馬がね今4九に打ってくれたことで桂馬がなくなったんで、1番の脅威のね3四桂打ちから詰まされちゃうってことはなくなったんですよね。これで少し安心というかね、この角がこうね斜めのラインでここに効いてるんでちょっと気持ち悪いですけど、周りにバラバラとはいえ角銀銀金とねいるんでね、これ以上ね怒る手はなさそうな感じなんですよね。
で現状はこれ一瞬後手の先頭の差はね、振り飛車がこれ王手がかからないんで、いわゆる Z という形なんですけど、詰めろがねおそらくかかんなかったんですよね。はい、なので取ったんですが、これは同竜で攻めていきます。まあ飛車を渡すんですけどね、飛車を渡すんですけれども、私の王様はねやはり大丈夫そうという判断ですね。この瞬間にね飛車金銀で詰まされちゃうと大変なんですが、まあ駒がね 3一銀という手もね金が効いてますし、そうですね、飛車ですか。さあこれはどこに受けるの？ここに受けますかね。ここに受けると飛車角をダブルでシャットアウトなんでね、一番手堅そうです。これでもうこれ以上ね有効な王手がないので金を受けるって形なんですが、これはね同竜で攻めていきます。さあこれで、金と銀持ってんでも銀を打ってね、飛車を渡してもね私の素依然としてね安全なので、もちろん竜を逃げてね指す手もありましたが、追い詰めていける形ですね。はい、さてこれで詰みがあるかどうかですね。金を打って詰みがあるかな。詰みがあるか、受けなしにするか、銀で解きますかね。一番手堅いね。これは銀で解いて、もう桂馬がないんでね3四桂打ちという形がないので、銀を出れば強撃態勢。今ね詰みもあったかもしれませんけれども、はい、分かりやすい必死手勝ちとなりました。ありがとうございました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。戦型がね相手の方が先手三間飛車ということで、私の方がねこう持久戦穴熊目指すところで、相手の方が石田流に組み替えを目指しましてね、それで私が左美濃に変えるということで、お互いになんていうんですかね、相手の動きを見ながら牽制し合ってね戦いが進んでいきました。はっきりね優位に持っていくのが難しいような非常に難しい将棋だったんですけれども、どういったあたりがね局面のポイントになったのかというのを含めまして、解説編の方をね合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。